はいどうも、ストックロックです。ドリルの刃がもうすごい増えてきてしまいまして、これはちょっとどうにかしないといけないなと。もう作業中もですね、ドリルの刃を交換するたびに私はもうポイポイ投げちゃうわけですよ、この辺に。そしたらもう散乱するし、どれがどれだかわからなくなるし、ちょっとこれはなんとかしないとなということで、今日はドリルの刃、あとホールソー、こういうのとか、あとルーターのビットなんかも収納できればいいのかなと思ってるんですけど、そこまでいくかな。今回のコンセプトはまず一つ、なくならないようにする。二つ目、壁に収納する。で、三つ目、必要なものだけ取り出せるようにする。こんな感じかな。で、あとは本当に収納しやすい、片付けやすいっていうのは大事ですね。片付けやすさ第一かな。そこを考えて作っていきたいと思います。まずね、一番最初にやっていきたいと思っているのがこちら。普通にホームセンターに買いに行ったんですけど、生理用品が入ってるのかっていう袋にね、入れてくださいました。ありがとうございます。シンプソン金具のハンガーですね。 2x4 用のハンガーです。こちらを今回は使っていきたいと思います。で、何をするかというとですね、これ 2x4 工法で立ててる小屋なんですけれども、柱がですね、455mmピッチで入ってます。455ピッチですね。で、この柱に本当は断熱材入れて内壁するっていう形が本来の住宅の工法なんですけれども、私断熱材入れてませんので、屋根と床には入ってるけど壁には入れてませんので、むき出しの状態なんですよ。で、このむき出しの部分をうまく使って棚を作ったりしてるわけなんですけど、今回のこのドリルの刃の収納場所も柱を使って収めていきたいなと考えてます。で、すごく簡単に言うと、やろうとしてることは非常に簡単です。このハンガーをそれぞれの柱に取り付けて、で 2x4 材をその中に入れる。はい、こんな感じですね。こんな感じで、これを柱と柱の間ちょうどいい長さにして取り付ける。で、ここに穴を開けてドリルを刺していくっていうような感じで、こちらを3段作りたいと思ってます。で、おそらく私が今回サムネに使うであろう写真は今説明した部分ではなくて、これを取り出した後、この作業台の上に持ってくるための、スタンドみたいなものをおそらくサムネにしてるかと思うんですけれども、そちらも合わせて作っていきます。なのでこれに、ドリルが刺さった状態のものを壁にセットできるようにして、で、必要なドリルの刃、この柱ごと引っこ抜いて、でそのスタンドに刺して、でこの作業テーブルに持ってくるというようなものを作りたいと思います。で、まずこのシルバーちょっと嫌だなと思ったので、まずこれ塗装していきます。前回使ったアイアンペイントでね、でちょっとこれ金属なんでプライマー先に塗らなきゃいけないんですけど、プライマー塗ってアイアンペイントブラックを塗ると、これですね、アイアンペイントのプライマー、これを先に塗って、で前回も使ったこのブラックで仕上げていきたいと思います。まずこれ塗ってからだね。その後 2x4 の加工に取り掛かっていきたいなと思います。で、使用する材料はこのハンガーと、あと 2x4 材、あと今想定しているのがこれ2x2、これ1本40センチぐらいのかな、40、45、それぐらいの1本を使って作っていきたいと思います。それではまず色塗りからスタートしたいと思います。もしかしたら飛ばすかもしれません。それでは行ってみよう。はい、とりあえずプライマー終わりました。塗った気しないね、全然。5分ぐらいで終わったんじゃないかな、これ。で、2時間放置しないといけないみたいなんで、じゃあちょっとしばらく放置します。で、今回実際に取り付けしていく部分なんだけど、あの辺、ここだね、の影になっちゃってるけど、この間に、シンプソン金具を両サイドにつけて 2x4 をはめる。
で、その 2x4 は打ち込まずに止めないでおきます。あくまでもハンガーの上から差し込むだけっていうのを、とりあえず3本ぐらい作ろうかなと思ってます。1、2、3と。で、その下に作業台の上で使うこの 2x4 をそのまま差し込めるスタンドを同じくハンガーで引っ掛けられるように作ろうかなって思ってます。なので使うのは金具は8つですね。で、今回10個買ってるんですけど、2個は予備です。またなんかスピットとかといったものを買う機会またこれからもあると思うんで、増えていくたんびに上に増やしていこうかなと思ってます。はい、次はこのアイアンペイント、アイアンブラック、こちらを塗っていきたいと思います。はい、塗料が乾いたと思われますんで、ちょっと見てみますか。ちょっと下がね、段ボールなんで張り付いちゃってますけど、まあまあ裏面なんでね、まあ気にしてないんですけどね。大丈夫か。よし、 OK。 はい、仕上がりはこんな感じですね。まあ、普通のシルバーの金属むき出しよりはいいでしょう。てか軍手汚ねえ。まあ俺の手も汚いんじゃねえかっていう説はあるが、こんな感じでちょっとアンティーク調、まあちょっとかっこよくなったかなっていう感じですね。で、こっから先なんですけど、まあ、さっと取り出せてここの作業台に設置できるような台を作っていきたいと思います。で、その台なんですけど、実は完全にノープランなんですよ。今も頭の中で何で作ろうかなって考えてて、まあ完全に行き当たりばったりで作ることになりますけれども、見た目は保証しない。まあなんですけど、機能面を優先して作ろうかなと思ってますんで、材料もこの小屋にね、あるものから選んで作る形にはなりますんで、ちょっと形はいびつになっちゃうかもしれないけど、まあ作ってみます。で、それを作って最後にね、壁に設置する形にしようかな。はい、先にね、その置く台を作るって言ったんだけど、それをちょっと考える上でドリルの穴を開ける 2x4 の材料、このちょっと長さを先にカットしちゃいたいなと思います。先ほど見せたその柱と柱の間の長さにカットして、ちょっとそれを2本ぐらい作って、それを目の前に置いて形を考えたいなと思います。これ作業台塗ってしまったんだけど、完全に同化してるよね。で、これも前回の動画で使った残りがあったので、色濡らさってるしラッキーと思って、これこのまま使います。じゃあこれをね、2本まずカットしちゃいます。はい、OK ですね。ちょっと色同化してますけど、下と2本カットしました。で、これに穴を開けてドリルを刺すんだけど、それは最後にする。で、これ実際ね、もう1本使うことになるかなとは思うんだけど、で、どう作るかだね。ノープランなんだよな。10分ぐらい考えます。はい、今ね、線を引き終わりました。どうなのかな、正直ね、かっこよくない。多分ね、これ 2x4 でね、やるべきじゃない。見た目を気にするならば。でも、2x でやる。なぜかというと、2x めっちゃ余ってるから、これを使う。で、一応こんな感じで線を引いてます。ちょっと見えないかもしれないけど、てかこれ見せてもしょうがないと思うけどね、結構。で、まあ、ここのバッテン、まずこれをなくして、この 2x2 が刺さるようにするっていうのが一つと、こことここのバッテン、これは先ほど切った実際ドリルの刃が刺さる 2x4 材をここに刺さるようにする。あとここはね、私いつも撮影の時この作業台散らかるので、ペンとかスコヤとかそういったちょっと小物類、あとネジとかね、置いてどっかなくならないような場所を作りたいなと思って、ちょっとついでにこれも作ろうと思います。これを持ってきてここに置けばまあなくならないっていうね。普通なくさないけどね。で、その部分がこのバッテンなので、こう、まあ、ちょっとこの間は上に違う材料をね貼ろうと思ってるんで削るんだけど、このバッテンのところをカットしていこうかなと思います。これね2本作るんですよ。ちょっとめんどくさいね。
出来上がりを想像すればするほどかっこ悪い、きっと。あとは塗装でごまかす、濃くする、2色使ってね。あまり真似する人いないかもしれない。同じ風にカットする人いないと思うんですけど、こういう方法もあるよっていうことで参考にしてください。はい、それではね、カットをしていきます。まずはこのバッテンからで、クランプで固定してカットしていこうかな。ちょっと余談なんですけど、このクランプ100均ダイソーで売ってるやつです。300まで挟めるやつ。これダイソーで500円で売ってるんですよ。めちゃくちゃ使えるこれでいいです。完全に余談だね。はい、OK。 全然十分だよね。500円って安くないですか？安いっすよね。多分安いと思う。でこれだけ使えれば十分。よし、じゃあ実際にカットしていきます。フリーハンドで結構やるんですよ、丸のこフリーハンド。いくぜ。ちょっとめちゃめちゃ下手な例だけどこんな感じでね、何回も同じ風にこの線まで何回も丸ノコ入れます。丸ノコの刃って丸いですよね。丸いので裏側見るとこうなっちゃうんですよ。こっちはこうだけどこうね。結局この分落としてやるか、逆側にも線入れて逆側からも刃を入れるか、全部丸ノコでやった方が、機械でやった方が結構綺麗にいくような気もするんですけど、やったことはないです。めんどくさいから。ノコを1回入れます。手ノコでまっすぐ下までカットしちゃいます。よし、いいんじゃないかな。よし、 OK でしょう。そんな精度いらんので、ちょっと久しぶりにやったらめちゃくちゃ汚ねえちょっと汚いけど、こんな感じでカットしていきます。これあまりいい例じゃないね。で丸ノコを何回も通して何回も、特にこの重要なのは端きれいにやるのと、あとこの止めるライン、ここをしっかり守ること。自分の場合は端を先に入れちゃって、その後真ん中細かく入れていく。で細かければ細かいほどいいんだけど、途中でやっぱりね飽きてくるんですよなので大きくなっちゃうと思うんで、大きくなるとね割と汚くいきます。だからなるべく細かい方が綺麗にいきますね。で丸のこの刃が丸いので、下側、裏側ですね、裏側はもうちょっと短い感じに、このラインでいくとね短い感じに仕上がっちゃうと思うんで、この入れ終わった後に手のこでガーッと全部まっすぐ見てね、まっすぐのライン見て入れていくか、あとジグソー持ってる人はジグソーを入れちゃってもいいと思うし、それはちょっとお好みで。ジグソーの方が楽かな。先に丸ノコで入れてあげて、ジグソー入れて、あとのみとかで落としていくっていう感じがいいのかな。ジグソー持ってる人は結構楽だと思います。自分もちょっとジグソーを使います。で残りの部分カットしていきます。よし、2箇所目終了。はい、2箇所目ね。こっちジグソーを使いました。丸ノコとジグソー。やっぱこっちの方が早くて綺麗にいくかな。よいしょ。いやこれもう1本作るのめんどくせえな。やるしかねえか。これね 2x じゃなくて修正剤薄いやつねでやった方が絶対いい。ないからこれでやるけど。よし、じゃあ OK。 はい、1個目完成。ちょっとこんな形のをもう1個作りたいと思います。 OK。 2個目できました。で2つできたので、ちょっと角をサンディングしますね。こんな感じでね合体させて、でちょっと面を整える形でサンディングします。よし OK。 とりあえず2個できましたんで、こんなのね、ちょっと一回、作業台を片付けてから次の作業に移りたいと思います。成長してるね。とりあえずこれ箱型にするんですけど、イメージ的にはこれにドリルの刃を
させるようにしてね、で取り出してこの箱型のものにこうセットすると、で2列までセットできますよという形にしたいんですけど、でこの手前の部分に小物入れっぽくね置けるようにしたいなと思ってて、でこれ2x2 これがここにはまるようになっててボンボンと、はい、実際に壁に、これはそれぞれね壁にかけるような感じになるんですけど、で最終的にこいつも壁にこのままかけたいなと思ってるんですよ、箱型にしてね。イメージを決めて色塗っちゃうか、塗っちゃわなきゃいけないものを先に塗って、あとは塗りつつ切り貼りしていく感じかな。ちょっとなるようになると思うんでやってみたいと思います。色どうしようかな。これだけまたアイアンブラックで、これが茶色なんでこれも茶色で、黒、これ黒にするか、あと全部茶色。よし、それでいこう。まずこれ2つ塗っちゃいたいと思います。乾燥時間かかるんでね。はい、今塗り終わりまして、こちらですね。ちょっと塗ってこの乾燥させてる間に先に金具の方を、このシンプソン金具ですね、壁の方に取り付けようと思ったんですけれども、ちょっとね問題が発生しました。っていうかねアホだった俺がこの小屋 2x4 で立ててるって言いましたけれども、このサイズですね、 2x4 幅、これがこう縦に並んでるわけですよ。これにこれをつけようと思ったんですね。はいはい、いきますよ。はいこっちの方がね大きいんですよ、金具の方が。でこれちょっと締める感じなんですけど、締めたとしてもねちょっと大きいんですよ。今つけようと思ってってこれ当たり前ですよね。通常こういう風に使うんでっていう感じなんですけど、なのでちょっとこのはみ出す部分、奥側の部分ね、手前は切らないですけど、これが例えばカメラ側が手前だとして、手前を合わせてこの奥、こっちね、このはみっちゃう部分、この耳の部分をちょっとカットして、でこの辺に穴開けてぶち込めば止められるので、ちょっとこれ先にカットする手間が発生しました。いや塗る前に気づいてればねって思うんですけど、これをちょっとカットしていきたいと思います。これもちなみに映しませんけど、同じ風にやろうと思ってる人は考えればわかると思うけど気をつけてください。ちょっと厳しい、このまま使うのは。カットするか、もうちょっと 2x6 とかねにするかじゃないと取り付けできませんので、この辺りちょっと注意してやってみてください。はい、今ねカットしてきました。こんな感じです。こんな感じ。片方だけ耳をカットしてます。でここで打つだけでもいいような気はするんだけど、そんな荷重かからないしね、そもそも。まず打ってみてダメだったら穴開けてやっぱりちゃんと4点止めしようかなと思いますけど、まずこのまま打ってみます。多分これ打ち込む頃にはもうさすがに乾いてると思うんで、打つところは取らなくていいですよねなのでパパッと打っちゃいます。はい、じゃあここからはねカットして色を塗りつつ組み立てつつ全て同時進行でいきたいと思います。今ちょっと1個色塗っちゃったんだけどね。で先ほどの乾いたこの端っこの部材、これにここにはまるわけですよね。まずこれのセンターかな。よし、この位置によし、プラモデルを組み立ててるみたいな感じになってますけど、よし、これで止めたい。よし、OK。この色合いかっこよくないですか？この色合いにしたらかっこ悪いやつでもかっこよく見える。それが今回分かった。こ
こだな、問題は。こんな形のを作ろうと思ってるんですよ。こんな感じの板。それをね、ここにはめます。はい、ちょうどね 18mm の修正剤があったので、今日はもう本当にとことん廃材を使っていく。これでだいぶ減るぞと思ってます。今日これなんか解説もクソもないね。よし、カットします。はい、 OK、 カットしました。はめてみます。はい、はまんないですね。なんでよ、クソ。測ったのにな、ちゃんと。本当にちょっとだな。入るでしょう。よし、入った。はい、ここの部品を作ってました。はい、でこれを色を塗って留めていきます。もう乾燥は待たんっていう感じですね。よいしょ。よし、 OK かな。よし、これで打ってきます。はい、ここまでできましたね。で、あとはこの上を隠したいのと、ここだね。これちょうどいいんじゃない？さっき切ったやつ。お、あ、惜しい、惜しいぞ。いいか、ダメちょっと足りないんだけど、ダメかなこれ。いや、ちょっと足りねえな。ちょっと足りねえんだよな。こっちは、こっちいける。こっちいいじゃん。はい、採用。これいこう。ちょっと整えて。いいじゃん、これで。なんかちょっとミラクルじゃないですか。よし、つけよう。はい、もうすぐつける。すぐつけていく。この動画、そうだよな、皆さんも見る頃にはサムネ見てるはずなんで、サムネはきっとこいつになると思うんですよね。違うかな。完成形を僕も早く見たい。はい、もういいんじゃない？こんなぴったりなことってある？よし、神は味方してるぞ。よし、で速攻つけます。よし、OK。あとは上と、なんかいいのないかな。これは使えそう。このぶってやつ切るしかねえのか。切りましょう。ちょっと出っ張ってる方がかっこいいんじゃねえか、もしかして。このままいこう。ごめん、このままいくわ。なんかこれちょっと手前に出っ張ってた方がかっこいい気がする。なので縦割りはしない。よし、これでいいんじゃない？なんかスピード上がりましたね。明らかにスピードが上がった気がする。ラッキーが続いちゃったな。よしよし、じゃあつけていくよ。よし、一回チェックだな。入るかな、ちゃんと。よし、入る。よし、バッチリ。 OK で、最後にこの中に板を入れるんだけど、これを打ってこう2箇所ぐらい。まず塗るか。
よし OK。 はい、今現在こんな感じです。じゃん。あとここに今なんていうんですか、棚受けみたいのを作ったんで、この上に 18mm の修正剤を引いて上から打ち込んで完成にします。よし、今カットしました。また色塗りして取り付けます。よし、はい、塗りました。これをはめて、これで打ち込みます。よし、 OK できました。はい、どうですかね。これでドリルも差し込めるし、ここにペンなんかも置ける。これでなくならない。あとはこいつだね、こいつに穴開けて OK って感じですかね。では次はね、この実際にこの 2x4 に穴を開けてドリルを差し込めるようにしていきたいと思います。まずここのセンターに線を引いて間隔を開けてね、穴を開けて、で実際にドリルの刃を差し込めるようにするんですけれども、今回差し込みたいなって思うのが、いつも使ってるこのすごいこの激安セットのものをいつも使用してます。で実際この、2x4 もう1本用意してるんですけど、そちらにはこのホールソー、これをね差し込んでいけるようにしようかなと思ってますんで、そちらのちょっと穴開けをしていきます。でどうしようかな。これ高さ揃えた方がいいのかな。もし高さ揃えるのであればドリルの先端の高さね、もうそもそも長さが違うんで一本一本測って穴の深さ調整してあげる必要があるんですけど、ちょっとそこまではいいかな。私はちょっと一定の深さである程度深さを決めちゃってね、なので仕上がりもこういう風に段がつくような形でいいんじゃないかなと思うんで、そういった形で穴を開けていきたいと思います。でまた穴を開けるのにこの穴開けセット、もうおなじみですね。これを使っていきたいと思うんですけど、ちょっと1個ね、視聴者さんからですね、耳寄りな情報をいただきまして、若干グレードアップしました。まずね、この後ろの部分、これいつも六角で回して調整してたんですけど、これクランプレバー使うと楽ですよっていうことで早速取り替えました。本当にありがとうございます。でこれ取り替えたことによってですね、もう手動でこのドリルの高さを変えれちゃう。糸も簡単にくるくるくるっと、はいっていう形で簡単に調整できるようになりました。まずこれが1つ目で、もう1つ目、これねちょっと私ずっと知らなかったんですけど、このドリルセットを買った時にこの透明なね部品、これね何に使うかわからなかったんですよ。それでつけてなかったんですけど、っていうかそもそもつける場所も知らなかったし、なんだろうこれポイってやってたんですけど、前に私ここマスキングテープ貼って深さの確認するといいですよって言ってたんですけど、なんとですねその機能がもうそもそもついてまして、これをここに取り付けることによって、例えばここの辺に設定しておくと、これを下げた時にね、このメモリで何センチ下がったかっていうのはもうこれ一目で分かるようになってました。そのためにこの部品がついてたんですね。これを教えていただきまして早速取り付けました。いやこれ便利ですね。そのためにこのなんかバーみたいのもあったんですね。なのでこのちょっとグレードアップした穴開けセットを使って穴開けしていきます。でこの穴の開け方は本当に皆さんのセンスだと思うんで、ご自由に開けてもらっていいと思います。一定間隔でちゃんとしっかり測ってね、穴開けるもよし、適当に穴開けてとりあえず使えるようにしちゃえってやるのもよし、どっちでもいいと思いますけど、私は一応一定間隔で開けていこうかな。深さは全部同じにします。まずじゃあこの真ん中に線を引きましょう。わあこれ線引くこと考えたら色ねえ方が良かったな今更だけどどうせ最後に塗るしね。色塗ってないのは3本のうち1本だけだ。はい
うわー見にくいけどまあわかるでしょう。まずこの金属の方からいこうかな。12345678910111213本。よし、準備が整ったので穴開けしていきたいと思うんですけど、こうね送りながら同じ感覚で穴開けていく作業なので、このアルミフェンスがすごい役に立つな、やったーって思ったんですけど、材料が厚すぎてですね、このノブがぶつかっちゃう前言ってた欠点がもうすでに出たね。まあこれノブちっちゃいのを作り直せばいい話なんだけど、ちょっと今回はそんな時間がないので、間にねこういう板を挟んであげて、そうすればノブにぶつからずに送ることができるんで、そういった形で対応していきたいと思います。てかこれよく考えたらさ、ドリルによって径違うよね。いや当たり前なんですけど、いちいち変えなきゃなんないってことは深さ一定にするのめんどくさくないですか？どっちみち測んなきゃなんないっていう。とりあえず 2.5mm 2.5mm じゃないや、2センチ5mmぐらい埋まるような形でまずやっていきたいと思います。今ね4箇所開けたところなんですけど、開けたところにドリルの刃を入れてみたら、ワンサイズ大きいところに入れた方がまあなんかスムーズでいいような感じがするので、実際に差し込むドリルの刃よりワンサイズ大きい穴を全てに開けていきたいと思います。一番大きいところどうしようね。それよりワンサイズ上って持ってないんだけど、まあそれはちょっとキツキツで我慢するかな。それかちょっと広げるか、無理やり。そんな感じで対応していきたいと思います。っていうか視聴者さんが教えてくれたこの透明な部品と後ろのクランプレバー便利すぎ。いや冗談抜きでね、これ何回もドリルの刃を取り替える作業が続くんで、この2つがないとちょっと僕投げ出してましたね本当にいいタイミングだったはい、この作業を繰り返します。面白くないと思うんで早送り。はい、今ね穴全部開け終わりました。鉄鋼用が外からちっちゃい径から大きくなっていく。で木工用も外側からちっちゃいのから大きくなっていく。なので大きいのが真ん中に集まるような形になりました。はい、ちょっと差し込んでみましょうか。はい、こんな感じで並びました。やっぱり同じ間隔で並べると、このドリルの刃のセンターで測ってるので、太いところになるとこうやって間隔狭くなって、細いところになると間隔こうやって広くなっちゃうんで、まあこの辺りはちょっと考慮してね、皆さんのセンスでうまく乗り切ってください。私はこんな感じになりました。とりあえず私は使えればいいと思うんで、機能的に満たしてればいいんじゃないかなって思います。なのでドリルの刃はこれで終了。あとこれ色塗ってないんで、色塗って仕上げていきたいと思います。あとホルソの穴を開けていくのと、あと1本余るんで、時間があればルーターのビットなんかもさせればいいのかなって思います。動画にするかは分かんないですけど。ということで残りの作業をやっちゃいます。はい、今ね3本無事に塗装も終わりました。これで完了です。ただこれ1本はね切って塗っただけです。予備ですね。ちょっと今回ルーターのビット関係も乗っけようと思ったんですけど、今回は時間なかったので、まあ予備として設置しておきたいと思います。まあ今後暇があれば穴開けてね差し込むだけなんで、そういった形で予備として設置だけはしておきます。で最後に使い勝手と、まあ、前景ですね、どんな感じで仕上がったのか見せていきたいと思います。まずこれを持ってくる。で両方使うってことはあんまりないですけど、はい、これですね。はい、っていうようにね、ここに必要な 2x4 材を持ってきて作業するということができます。で収納も壁の方に収納できるので、すごいすっきりとした収納になったと思います。でここはいつも私ペンとかなくなるので、作業中にね置くように作りました。
こんな感じでね。で縁ちょっと高くなってるので転がらないです。でかなり行き当たりばったりだったんですけど、なんとか形になってね、見た目的にもいいんじゃないかな。どうですかね。かなり色でごまかしてる部分はあるけど、でもね、機能的には全く問題なく使えますので、これ全く同じように真似しろっていうのはね、環境が違うので難しいかもしれませんけれども、ものを作る上で何かのヒントになればいいと思ってますので、参考にしてものづくりに役立ててください。でぶっちゃけ今回の材料費は0円です。全部廃材で作ったんでね、一応材料費載せることができればこちらの方に載せたいと思います。参考にしてください。この動画を見てね、参考になって面白かったよって方はチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。皆さんいつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。